皆さんこんにちは。プチオタ独身男のマッツンです。今回は東京都奥多摩町にやってきました。奥多摩は都心から近くて自然を堪能できるっていうこともあって、都内でも有数の人気観光地の一つですよね。ちなみに奥多摩の観光地は3エリアあるんですけれども、今回は奥多摩エリアの方を散策していきたいと思います。奥多摩の大自然をたっぷりと堪能しつつ紹介していきたいと思うので、ぜひ最後まで一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。あと実は奥多摩には有名な廃墟もあるんですよね。なので普段とは違う奥多摩の雰囲気も紹介したいと思うので、ぜひ楽しみにしてもらえたら嬉しいです。というわけで奥多摩観光を早速開始していきたいと思います。まず最初にやってきた場所は奥多摩の日原エリアのシンボル的な観光スポットでもある日原鍾乳洞です。日原鍾乳洞は東京都指定の天然記念物でもあって、大自然の神秘を堪能できるってことがあって、すごい人気の観光スポットなんですよね。で、これから早速中の方に入っていこうと思うんですけれども、日原鍾乳洞へのアクセスの方法なんですけれども、一応ね、電車で来ても車で来ても来ることはできます。ただいずれの方法も結構来るのがハードで、例えばバスだと1時間2時間に1本しか本数がないですし、しかもバス停から20分歩かないといけないんですよね。あと車で来た場合だと結構狭い道をずっと走らされるので、普段車に乗り慣れてない人とかは気をつけた方がいいかなっていうふうに思います。参考程度に日原鍾乳洞に行くまでの道を少しだけ紹介しておきます。マジで道幅が狭すぎですよね。本当にこの道の奥に鍾乳洞があるか心配でしたよ。しかも、車とすれ違うとバックする必要があったり大変でしたよね。大型連休の時は地獄絵図になりそうだよね。このハードな道のりを乗り越えた先には、大自然の神秘を堪能できると思うので、ぜひ奥多摩に来た時は寄ってみてはどうかなっていうふうに思います。じゃあ早速チケットの方、パイセン買いに行きましょうか。はい。というわけで、チケット買ってきました。どうやら、日原鍾乳洞は現金しか使えないそうなので、来るときは気をつけてください。もう、あそこに入り口が見えるんですけれども、日原鍾乳洞は、関東随一の大きさを誇る洞窟で、だいたい全長800メートルの道のりで、見学するのに約40分ぐらいかかるそうですね。あと、もうなんかね、入り口が近いからかわかんないですけど、夏場なのに少し肌寒い感じがします。で、洞窟の中は年間通じてたったの気温が11度しかないので、夏に来る場合であっても必ず長袖を用意してください。私もちゃんと今回は長袖を持ってきたので、一旦ここで装備を整えてから入っていきたいと思います。ちょっと、冷気えぐいって冷気。というわけで、配線は長袖を忘れたそうなんですけれども、もうね、冷気がやばいです、冷気が。もうめちゃくちゃ寒いですもん、すでに。寒いて。寒い。配線大丈夫ですかはい。で、洞窟の中は、このように道幅が狭くて、かつ天井も低いんで、中腰で歩かないと頭をぶつけると思うので、皆さんは気をつけてください。で、洞窟の道はだいたいこういう道がずっと続くと思うので、あとは見どころのポイントがあったら紹介したいと思うので、奥の方に進んでいきたいと思います。鍾乳洞の中には色々と見どころがあるんですね。普段見れない景色が見れそうで楽しみだね。でも、あまりはしゃぎすぎないでね。おう、言ってるそばから、縁結び観音があるじゃないすか。相変わらず婚活に対しての反応は早いな。日原鍾乳洞は、神道と弓道に分かれてるんですけれども、どうせ神道の方は最後出るときに立ち寄ることになると思うので、まずは弓道の方から紹介していきたいと思います。じゃあまず最初に見えてきたのが天井知れずです。洞窟って道幅が狭くて天井が低いイメージがあると思うんですけれども、この天井知らずはですね、天井が見えないほど天井が高い位置にあるんですよね。いやー、もうなんかすごい大自然の神秘を本当に感じますよね。どうやらね、
時の彼方に吸い込まれるみたいな表現をよくされることがある場所らしいので、ぜひね、日原鍾乳洞に来た時はここに立ち寄って上を見上げてみると癒されますね。次に見えてきた場所はこちらの水金窟です。この水金窟はこの辺に立って耳を澄ませてみると、水の滴る音が鉄琴のような音を響かせて、すごい美しい音色を聞くことができるんですよね。なので水金窟に来た場合は一旦お話しするのをやめてもらって、ここで少しの間静かにしてみるとすごい癒されるかもしれないですね。あとその水金窟のすぐ横には弘法大師学問所っていうのがあるんですけれども、ここは昔弘法大師が修行の時に使われてた場所なんていうふうに言われています。だからこういうふうにお地蔵さんの跡とかあって歴史好きの人にはたまらないですよね。ぜひ水金窟と合わせてこちらのお坊さんの方にも、お祈りの方を捧げておくと何か効能がありそうでいいですよね。というわけでじゃあ奥の方に進んでいきたいと思います。というわけで見えてきましたよ。日原鍾乳洞といえばここのシデの山のイルミネーションが神秘的でシンボル的な場所ですよね。赤と青と緑と紫に時間によってライトアップされるこの岩肌の姿、本当に幻想的でいいですよね。しかもこういう風に空間も広いので、日原鍾乳洞に来た場合はぜひここで記念撮影するのもすごいいいかなって、おすすめかなっていうふうに思います。シデの山のすぐ隣にはなんか丘があるんですけれども、なんとこの丘の上には縁結び観音があるんですよ。婚活中の私にとっては絶対に外せない場所なので、せっかくなので参拝しに行きたいと思います。それにしてもシデの山の隣に縁結び観音があるとか、やっぱり恋愛はメイドの旅の始まりってことを示唆しているんですかね。本当に難しいですからね。少し丘を登れば参拝ができるので、このシデの山のこの隣り合わせの場所で参拝をしておきたいと思います。結構熱心に参拝されるという方もいるそうなので、日原鍾乳洞に来て婚活してるっていう方は縁結び観音の方に寄ってみたらいかがでしょうか。旧道の方はだいたい紹介しきったと思うので、ここからは1962年に新たに発掘されたと言われている新道の方を散策していきたいと思います。新道はどうやら石筍とか石柱がすごい発達しているというふうに言われていて、旧道とは全く違う風景を見ることができると思います。なのでぜひとも寄ってほしい場所ではあるんですけれども、階段とか坂道がかなりハードらしいので、行く時が覚悟が必要だと思います。というわけで新道の方奥に進んでいきたいと思います。新道の中でも一番有名なポイントがこちらにあります。まずこちらに見えるのが金剛杖です。そして反対側に見えるのが白衣観音です。まず白衣観音はこの洞窟の中でも 2.5 メートルっていう一番大きさを誇っている石筍が白衣観音というふうに言われているそうですね。こうやって見ると本当に自然の神秘を堪能することができますね。で、こちらの金剛杖の方は、名前の通りね、鋭く黄色に輝いてそびえ立つ石筍を見ることができるんですよね。ちなみに石筍って1センチ伸びるのに何年かかると思いますか？そうです。正解は70年から130年かけて1センチ伸びるそうなんですよね。だからさっきの白衣観音なんて 2.5 メートルあるから、1センチは 2.5 メートルになるまでだいたい2万5000年とかの年月をかけてあそこまで成長したって考えるとすごいですよね。自然の壮大な雰囲気を楽しむことができるので、ぜひ日原鍾乳洞に来た時は立ち寄ってみてください。というわけで出口の方に向かいたいと思います。地上に生還しました。やっぱりね、
日原鍾乳洞の中は寒かったんですけど、道が結構きつくて、もう足がパンパンで、もう体がね、熱いですね。いやー、疲れたけど楽しかったので、次の場所に行きたいと思います。次にやってきた場所は、鳩ノ巣渓谷です。鳩ノ巣渓谷は、多摩川の清流と、あとはね、いろんな形をした岩の風景がすごい美しいんですよね。で、今ちょうど私たちは鳩ノ巣小橋にいるんですけれども、そこから見える風景見てください。ここ本当に東京ですか？まさか、俺に嘘ついて違うところに連れてきましたね。どんだけ疑い深いんだよ。川の水は透き通ってて新緑との相性バッチリだね。川のせせらぎも癒される。ちなみに、手前側に大きな岩が見えると思うんですけど、さっき若いお兄ちゃんたちがあそこからダイブしてました。マジ考えられねえって。いやー、若いってすごいね。鳩ノ巣渓谷は、夏場は今みたいに新緑の風景を楽しむことができて、秋は紅葉の風景を楽しむことができるらしいですよ。日々ストレスを抱えている私みたいな社畜独身男にはうってつけの場所ですよね。ちょうどこの先に行くとハイキングコースがあったり、下に行けば川遊びができたり、バンガローの方まで行くとバーベキューとかもできるそうなので、人によっていろいろな楽しみ方ができるっていうのもいいポイントですよね。なので、奥多摩で川遊びしたいなとかって思った時は、この辺に立ち寄ってみてはどうでしょうか。今回私たちは鳩ノ巣渓谷は紹介だけにして次の場所に向かいたいと思います。鳩ノ巣小橋は、駅から徒歩約5分で行くことができます。結構、わかりにくい道にありましたよね。途中で旅館の駐車場を通らないといけないから少し迷うかもね。鳩ノ巣荘の駐車場を下ると左手にハイキングコースが見えてくるので、鳩ノ巣小橋に行かれる人は参考にしてください。というわけで、ちょうどお昼時の時間になったので、お昼にしたいと思います。今回お邪魔しようと思っているお店は、奥多摩湖のすぐ隣にある島勝さんです。見た目はちょっと古びてはいるんですけれども、こちらの島勝さんは、小河内ダムが完成した年からもう開業している、もうすごい老舗なんですよね。で、ここ数年はアドマチック天国とか、ドラマとかの撮影で使われるようになってからは、結構人気の定食屋さんらしいですね。どうやらとろろ定食が絶品ということなので、早速中に入ってお昼ご飯の方を食べに行きたいと思います。本当にさ、地方の定食屋って感じでいい雰囲気のお店でしたよね。観光地にある飯屋だから料金が高いかなって思ってたけど、普通にリーズナブルだったし、珍しくパイセンがベタ褒めしてましたからね。美味しいし、量も多いし、健康的だし、最高だったね。今回は一番人気のとろろ飯定食を注文しました。早速ね、食べていこうと思うんですけど、すごくないですか？この量。これだけよりどりみどりに食材が入ってると、すごいありがたいですよね。とろろもいい感じで。このね、とろろを米の方にかけて、すごい、とろっとろですね。そして一旦、全部じゃなくて、はい。じゃあ食べてみたいと思います。いただきます。とろろが本当にとろっとしてて、ご飯とめちゃくちゃ合いますね。他にもおかずがたくさんついてて、いろいろな味を楽しむことができると思うので、ぜひ奥多摩の方に来たら島勝さんに寄ってみてはいかがでしょうか。じゃあ昼飯も食べ終わったということで、奥多摩観光後半戦開始していきたいと思います。で、後半戦まず1カ所目にやってきた場所は、こちらの戸面浮き橋です。奥多摩といえば浮き橋がやっぱりね有名だと思うんですけれども、実は麦山浮き橋とこちらの戸面浮き橋、実は2カ所あるんですよね。なんですけれども、現在はどうやら奥多摩湖の水位が下がっていて、麦山浮き橋の方が通行止めで渡ることができないんですよ。というわけで今回は戸面浮き橋の方を紹介させてもらいたいと思います。浮き橋は通称ドラム缶橋なんていう風に言われてるんですけども、なんでドラム缶橋なんていう風に言われてるかっていうと、今はこういう風にプラスチックの上に板を引いて橋として成り立っているんですけれども、昔は本当にドラム缶の上に板を
置いていたことからドラム缶橋なんていう風に言われているらしいですね。で、橋の上はね、すごい揺れるんで、スリルが味わえるなんていう風に言われてるんで、めっちゃ楽しみなんですけど、確かに結構なんか揺れますね。平衡感覚がなくなります。これはいいわ。湖もめちゃくちゃ近くて、手で触れる位置にあるんで、これはね、すごいですよ、これ。結構足持っていかれるんで、気をつけてください。湖の真上を歩いている感じで、すごい不思議な気分ですね。あんまり、こういう風な橋を渡る機会ってないと思うので、ぜひ、奥多摩に来た時は、こちらのね、浮き橋に来てみて、スリルを味わってみてはいかがでしょうか。というわけで私たちは次の場所に向かいたいと思います。本当にぐらぐら揺れてスリルがありましたね。ここで意中の女性に告白すれば、吊り橋効果で成功するわけですね。吊り橋じゃないけどね、そんなことより湖の真ん中から眺める景色は最高だったね。マジでたまらなかったですね。こちらが麦山浮橋ですが、通行止めの情報は東京都水道局のホームページを参考にすることをお勧めします。いやー、ご飯も食べて、この時間になると、睡魔に襲われるというわけで、少し刺激が欲しくなりますよね。というわけで、ここからは廃墟巡りの方をしたいと思います。で、奥多摩には冒頭でも有名な廃墟があるっていうふうに言ったんですけれども、その名は実に奥多摩湖ロープウェイ跡地です。あそこにね、ロープウェイの鉄塔が見えると思うんですけれども、この山道の上に行くと、奥多摩湖ロープウェイの水戸山口駅っていうのが見えてくるんですよ。すごい廃墟マニアの間では有名な廃墟らしくて、心霊スポットとしても紹介される場所らしいですね。もうね、かなり緑が生い茂っちゃってて行きにくいんですけれども、ここはね、YouTuber 魂を見せて頑張って紹介したいと思います。早速、ロープウェイの跡地が見えてきました。ちなみに、奥多摩湖ロープウェイは昭和36年に開業して、開業した当時は東京オリンピックの効果もあって、すごい繁盛してたらしいんですよ。なんですけれども、開業してからたったの4年で廃業してしまったらしいんですよね。で、廃業した当時の様子がそのままの状態で60年以上放置されている建物なんですよ。ちょっと前にジョーブログさんもこちらの水戸山口の廃墟の方を紹介されてましたね。いや、もうなんかすごい雰囲気があって怖いです。正直私もパイセンもこういうホラースポットとかあんまり得意ではないんですけれども、ここは仲間内で来たらきっと盛り上がる場所だと思うので、めげずに紹介していきたいと思います。おお、なんかすごいもう廃墟みたいな感じな雰囲気が早速漂ってます。下には結構ガラスの割れた跡とかもあるので、必ずスニーカーとかで来ることをお勧めします。というわけで、先ほどの道から5分もしないうちに、こちらの水戸山口駅の方に到着しました。もうね、もう外観からして怖いですよ。もうこういうところ得意じゃないんで。やっぱり、なんて言うんですかね、こういう廃墟には必ず落書きはつきものですよね。もう、ヤンキーにやられまくった跡が、無残にも残ってますね。じゃあちょっと中の方、軽く紹介だけしていきたいと思います。入って、こちらの右側の方は、もう昭和時代、そのままのトイレが残ってますね。ここ、よく YouTube とかで見るんですけれども、ここで、切符のもぎりとかをしてたんでしょうね。もうそのまんまの状態が残ってますからね。で、階段を下っていくと、実際のゴンドラ乗り場に到着するわけなんですよ。いや、マジで、なんか廃墟感があってたまらないっすね。で、このゴンドラ、ここのゴンドラは結構なんか、廃墟好きの人とかのサイトでは紹介されることが多いらしいんですけれども、こちらね、三笠号って言います。どうやらね、当時は定員が36名入れたらしいんですけれども、本当に入れたんですかね窓もないし、これね、乗ると床がなんか抜けちゃうみたいな風に言われてるので、もしこちらに来た場合でも、ここに乗ることはあまりお勧めしません。いやー、すげえ雰囲気あるな。でもパイセン、あれですよね。捉え方によっては、あんまり人もいないし、自然も豊かだし、雰囲気はいいですよね。
このゴンドラの施設の中も少し紹介していきたいと思います。うわ、怖っ。怖っ。これゴンドラの飛行部ですかね。ちょっと生々しくて怖いですね。壁もすげえぶち破られてるし、マジで廃墟感半端ねえ。幽霊が出てきてもおかしくないかもしんない佇まいをしてるわ、これ。こちらね、当時、多分開業した当時の看板でしょうね。昭和36年から施行されているということで、で、こちらの日本ケーブル株式会社さんが運営をしてたんですけれども、ここの会社が夜逃げをしたってわけなんですよ。そのおかげで廃墟が存在してるんで、ある意味功績っちゃ功績ですよね。こっちもパイセン中入っていきましょうか。少しだけ。怖い。これ昼だからまだいいけど、夜はもう絶対無理ですね。壁もすごいやっぱりぶち破られてます。でもなんか、電気板とか、もうそのまんまの状態ですよ。すげえ。はい。というわけで、廃墟いかがだったでしょうか。私もね、YouTube を始めてから初めての廃墟巡りだったので、結構ビビりましたね。ちなみに、こちらは今、水戸山口なんですけれども、奥多摩湖の挟んで向こう側には、川野駅っていうところがあるらしいんですよ。そちらの川野駅に行くにはかなり難しいルートらしくて、本当の廃墟マニアしか行けないような場所らしいんですよね。今回私たちはそちらの方にはちょっとね、やっぱり行くことができないので、本当に廃墟を巡りたいなっていう人は川野駅の方にも挑戦してみてはいかがでしょうか。だけど安全は保証しません。というわけで私たちは怖い思いをしたので、今度は自然に癒されに行きたいと思います。今回最後にやってきた場所は奥多摩湖です。奥多摩湖も日原鍾乳洞と並ぶくらい奥多摩を代表する観光スポットなので、絶対に外せないですよね。大自然の雰囲気を楽しみつつ、ゆったりとした時間を過ごすことができるので、デートスポットとしてもちろんお勧めできますし、普通に観光に来ても癒されると思うので、早速奥多摩湖の見どころをしっかりと紹介していきたいと思います。で、この今奥多摩湖といえば小河内ダムがもう目の前にあるんですけれども、あれですね、ダムのことについてすごい書かれていますね。そしてなんかカプセルがありますよ。これ本当に熱い。これね、夏は触らない方がいいぐらい熱いので気をつけてください。いやー暑いわ。なんでちょっと奥の方行ってみましょう。奥多摩湖といえばもうね、小河内ダムとは切っても切れない仲なので、まずは小河内ダムについて簡単にね、歴史とかを紹介しておきたいと思います。奥多摩湖はその小河内ダムを作った時の人工の湖なんですよね。で、小河内ダムは1937年に起工が開始して1957年に完成しました。なんですけれども、ちょうどね、その間に第二次世界大戦がすごい激しくなってしまって、1943年から1948年までの間はどうやらね、工事の方を中断していたっぽいですね。この小河内ダムを作るにあたって当然犠牲になった村もあるわけなんですよね。それが旧小河内村っていうところで、そこら辺に住んでいた945世帯の人たちはもうね、移転とかを余儀なくされたらしいですよ。あとね、東京都民の方は基本的には利根川の水の方を使ってるらしいんですけれども、渇水した時なんかはこちらの小河内ダムの水を使っているので、都民の方は必ず1回2回ぐらいはお世話になったことがあると思います。なのでこの奥多摩湖に来た時はそういう感謝の意を持ちながら観光するとより一層楽しめるんじゃないかなっていうふうに思います。で、今ちょうど私たちが向かっているのはダムですね。あちらにダムの展望台展望台にはあまり見えないんですけれども、一応あるっぽいのでそっちの方に向かっていきたいと思います。というわけで少し歩いてきて小河内ダムの上、間違ってたら申し訳ないんですけれども、ダムの上にやってきました。もうこうやって見るとやっぱりね、でかいですよね。そしてこっち側には奥多摩湖の壮大な景色を見ることができるんですけれども、水がね、エメラルドグリーンですげえ透き通ってて、もう東京の水とは思えないぐらい綺麗なんで、もうね、すげえ癒される。最高かよ。そして反対側の風景も紹介しておきます。
すんげんだって。断崖絶壁って感じですよね。すんげえ癒される。ここならね、5分ぐらいは黙って景色を眺めていられそうですね。ダムの上には一応展望塔もあるんですけれども、さっきちょっと中に入ってきたんですけど、あまりね、紹介するほどでもなかったので、動画ではスルーさせてもらうんですけれども、一応ダムについて資料とかたくさん置かれていたので、興味のある方はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。あ、パイセン、これありましたよ。これさっき戸面浮き橋の時にドラム缶浮き橋っていう風に紹介させてもらったんですけれども、当時使われてたドラム缶がここに展示されてますね。小河内ダムに来た時はこの展示物も一緒に合わせて見てみてはどうでしょうか。奥多摩湖の雄大な自然にめっちゃ癒された。これでしばらく婚活も頑張れそうです。それはよかった。マッツンは奥多摩湖で何が印象的だったの？婚活する。俺はやっぱり浮き橋ですね。あのスリルはたまらないですよ。あとわさびソフトも美味しかったですよね。どうやら奥多摩はわさびが有名らしくて、至る所にわさび関連の食べ物が売られてたよね。他には水と緑の触れ合い館では、奥多摩の自然や歴史を学ぶことができます。湖のそばには慰霊碑もあって、建設工事中に失われた87名の犠牲者を追悼しています。というわけで、奥多摩の観光スポット紹介は以上となります。やっぱり奥多摩は東京都とは思えないほど自然が豊かで、めちゃくちゃ癒されましたね。しかも飯はうまいし、廃墟は楽しめるし、最強かよ。まさにザ・パーフェクト・オブ観光スポットですね。観光スポットにもデートスポットにもおすすめできる場所だと思うので、ぜひ皆さんも奥多摩の大自然を堪能してみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方、ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。